はい、皆さんホペミルキーです。本日のジャンク品はこちら。ドリームキャストですね。セガから1998年に発売された家庭用のゲーム機になります。まあ、これで遊んだ人もね、いるんじゃないでしょうか。あんまり売れなかったのかな、ちょっとよくわかんないけども。で、これ結構ね、外表面は綺麗なんですよ。綺麗なんですけども、ソフトが読み込めないということでね、購入してきました。まあ、どんなところがね、故障してるかはちょっとわからないんだけど、まずは動作チェックやっていきたいと思います。シーマンですね。シーマンをこのために買ってきました。全然読み込んでくれないですね。では中身を分解してね、調査していきたいと思います。シーマン入れっぱなしだった。はい、ではこのピックアップユニットね、これをちょっと開けていきたいんだけども、この配線を取って開きます。抜いちゃう。フラットケーブル抜いちゃいます。はい、ピックアップユニットね、取り外しましたんで、モーターがね、ちゃんと動いてるかっていうところを確認していきたいと思います。スピンドルモーターとシークモーターですね。では、モーターのね、抵抗値を測ってみたいと思います。まずスピンドルモーターですね。18.6。このモーターをね、回して止まった時の抵抗値を見てみたいと思います。回ってる間は不安定になるんですけども、止まった後に同じような値になってるかですね。18.5。18.6、18.5、大丈夫そうですね。もしこれが抵抗値が結構ばらつくような感じになっているとしたら、ちょっと壊れ始めてるっていう、そんな症状になると思います。シークモーターですね。シークモーターの方も測っていきます。初期状態で、はい、7.9、7.8、7.6。まあ、モーター大丈夫そうですね。となると、何が悪いかっていうと、ここかな。レーザーのレベルですね。これがもしかしたらちょっと低くなってるのかもしれないですね。抵抗を測ってみましょう。926オームですね。そんなにおかしくないと思うんだけどな。ここら辺1キロオームぐらいあればいいと思うんだけども、ちょっと回してみましょうか。はい、少しだけ時計回りの方向に、ほんと気持ちですね。ちょこっとだけです。動いたか動いてないかぐらいですね。ほんと気持ちですね。0.86 キロオーム。このぐらいでいいんじゃないですかね。ちょっとこれで動作確認してみましょうか。あ、動いた。動いたな。動いたな。なんだ。メモリーカードが刺さっています。はい。動いちゃいましたね。今回はこのピックアップレンズのレーザー出力をちょっといじってあげたら普通に動いてしまったんだけども、ドリームキャストなんだけども、このスピンドルモーターとシークモーター、これがね、すごい壊れやすいんですって。12倍速とかでこう回転回るらしいですよ、CD の。
モーターがね、すごい高速で回るんで、ブラシがね、持たなくて、それで壊れちゃうっていう症状がよくあるんで、それをちょっと期待してね、やってみたんだけども、動いちゃいましたね。モーターが壊れていることを期待しましたが、世の中厳しい。仕方がないので、劣化した電池を交換して、スポット溶接をしていきます。唯一ね、ちょっと不具合ってほどじゃないんだけど、ここに電池あるじゃないですか。この電池がね、もう容量ないと思うんですよね。毎回日付を入力してくださいっていうのが出るんで、今回はね、この電池を交換して、最終的にね、動作チェックして終わりにしようかなと思います。これもね、直付けされてるんでね、結構外すの大変だと思うんですけども、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあ外します。はい、電池ね、取るところを録画し忘れて、もう取っちゃってます。この3本の爪でね、基板につながってただけですね。それを外しました。で、今、電池の容量チェックをします。電圧チェックします。はい、106っていうことで、全然ないですね。1.5V ぐらいこれあるやつなのかな。3V か。3V あるやつなんだけども、ないですね。がっちりスポットでついてますね。よっ、取れるかな。はい、取れました。はい、取れました。この電池は ML2430。はい、ML2430 なんて特殊なのないので、まあ CR2032 これで代用したいと思います。スポット溶接やっていきます。いけるかな。なんかついたみたいだけども。ついたね。はい。いいんじゃないかな、これで。よいしょ。はい、それでは動作チェックをやっていきます。スイッチオン。よっしゃー、無事起動しましたね。今回ね、メモリーカードなかったんで、ちょっと SIM は立ち上げられなかったんで、バーチャルファイターにしました。で、無事立ち上がったんで、修理完了ということだと思います。はい、皆さんご視聴いただきまして、ありがとうございます。それでは本日は、以上。